今日はちょっと耳の痛い話しますよ。はい、夏の睡眠の質を悪くしている原因の一つとして運動不足があるわけです。耳痛いわ。はい、私もねやっぱりクーラーのあるところで冷え冷えとやっぱり過ごしたいっていう気持ち、夏はどうしてももうなんか7月8月9月ぐらいまで暑いですからね。どうしてもそうなっちゃいますよね。そんな時運動しようってなかなか思えないじゃないですか。テレビとか YouTube とかなんか熱中症とかそういうのも聞くので、どうしても外で運動怖いなみたいなね。はい、改めて、この運動不足が夏に起こってしまう原因というものを考えてみました。はい、3つあります。まずこの高温多湿の日本で、かつその猛暑になるともう体だるくて動けないみたいな、クーラーの中じゃないと活動できないっていう、この体側の問題っていうのがまずあると思います。そして2番目、デスクワークね。クーラーの効いたオフィス、体が固まってしまう。ずーっと8時間、ともするとなんかオフィスの方がクーラー効いてていいとか思ってちょっと9時10時までいたなんていうと、本当体動かなくなっちゃいますよね。筋肉が硬くなる、関節節々が動きにくくなる、より運動しにくくなっちゃうわけです。最後、いろんな報道でもあるように、特にご高齢者の方とかはやっぱり暑い、熱中症怖い、外に出ちゃいけないということで外に出ない、歩かない、運動しないということでの運動不足ということもあります。これらが結果的に外出の自粛につながり、活動量が下がる。結果としてなんとそれが夜に影響しちゃうんですね。睡眠障害の引き金にもなっているんです。単に夜眠れない、暑いから眠れないではなく、日中に運動しなかったことのツケが夜に回ってきてるというこの事実、耳痛いけどよく知っていただいて、できるだけできる範囲で運動をしましょうという提案です。ではこの運動不足がどのように夜の睡眠を悪くしてしまうかっていう、ちょっと科学的な、根拠のところですね。こちらご覧ください。運動不足になる、つまり適度な疲労がないっていうことなんですよ。この疲労するっていうのは適度になら大事なことなんですね。その適度な疲労がないと、睡眠欲求、眠りたい、寝たいっていう気持ちが起こらなくなっちゃうんですね。適度に疲労して眠気の欲求がたまること、蓄積することこそが大事なんですよ。だって眠くなって眠たくなったなって思ってスーって寝れるのが一番いいじゃないですか。はい。でそこでキーワードとなるのが、この眠気の正体、睡眠物質と言われるもの、単独ではないんですけど、アデノシンというものが、代表としてよく言われます。このアデノシンが一定量の中溜まってくると、初めて眠気が誘発されて、そして寝たいな、眠れるっていうことにいくわけですね。この深い睡眠には睡眠圧という考え方が今科学的に証明されてきています。筑波大の、柳沢先生の解説を聞いて、なるほどと私も思ったんですけれども、よく日本庭園にある獅子おどし見たことありますよね。そうてんてんてん、水がたまるとカターンみたいな感じでジャーン水が出るみたいな。まずこの状態、まずですね、起きてる時覚醒状態において、この獅子おどし、だんだん日中のこの疲労によって、もしくは活動によって、いろんなことによって眠気の元がポタポタと溜まってくるわけです。この中の主成分、今申し上げたアデノシンですね。これが溜まってくると、どんどんこっちまで満たされてきちゃうわけですよね。そうすると重くなって、ある時カターンと傾く。アデノシンが溜まった、眠気の物質が溜まると傾いて一気に放出。この時は睡眠なわけですね。でまた朝起きて覚醒してっていう、この繰り返しになっていくというのが睡眠圧がかかって眠気と覚醒を
コントロールしているというものなんです。すごい分かりやすいですよね。だから運動不足はとにかくいけない。適度に運動して疲労して睡眠物質アデノシンがちゃんと溜まって、そして眠くなって自然に寝ていって深く眠れる。これが最良の結果なんです。では具体的にどんな運動をすればいいかってことを提案しましょうか。はい、もう運動ベスト3お伝えしたいですね。あなた絵上手ですね。そうですか。もう素晴らしい。非常に絵があるとイラストあるとよくわかりますからね。可愛いですね。はい、まずその三大運動というのはスクワット、リズム体操、スローストレッチということで3つご案内します。これね、すごいのは近年この科学的な根拠っていうのが分かってきたことなんですよね。何でもかんでも運動やれとかストレッチやれとかっていうんじゃなくて、ちゃんと科学的根拠に基づいてこういうふうに有効だからやりましょうねってことで、とても納得感があると思うんです。まずスクワットなんだけど、いつやるかって夕方前の 4,5 時間。なんで寝る前 4,5 時間前にやるかっていうとですね、これね、大きな筋肉、やっぱこの辺の大きな筋肉を動かした方がいいんだけど、大きな筋肉を動かすと一旦ね、この深部体温っていうのは上がるそうです。でそれが 4,5 時間経ってちゃんと冷却されて下がる。ここに寝る時間を持ってくることで深くぐっすり眠れるそうです。 4,5 時間前にやること、結構逆算して寝る時間から考えてください。次、リズム体操ですね。はい、これもちゃんと科学的根拠があるんですよ。ウォーキングとか、リズムに乗った体操をすることでセロトニンっていうのが放出されます、体の中に。そのセロトニンっていうのは夜になると変化してメラトニンっていう眠りホルモンになるんですよ。メラトニンが蓄積すると眠くなって眠れるっていう形になるので、日中にセロトニンをしっかりと作ることが夜の眠りにつながっていると話です。でこれまた夕方サンセット、ね、日が沈む頃にやるといいようです。時間は15分から20分。1時間やれとは言いません。20分で十分。夕方に20分歩く。そして適度に汗かかないとダメなんですね。汗を適度にかくことで入眠スイッチが入ります。いいですね。なんか何分やればいい、どの時間帯にやればいいっていうのが分かると分かりやすい、やりやすいじゃないですか。はい、じゃあ最後に、はい、スローストレッチです。はい、ね、これね、ガンガン反動つけちゃいけないそうです。腹筋とか言って100回とかそういうんじゃなくて、スローにストレッチするっていうことが大事。その静かなストレッチっていうのは副交感神経、自律神経の中でもリラックスする副交感神経を優位にして眠りに誘うという形です。そのメカニズムはスローストレッチするとね、副交感が優位になって心拍とか血圧がしっかりと落ち着いてくるそうなんですよ。それによって深い眠りにつながるということなので、いいですね。どれやりたい？私はいつもスクワットしてますね。やってます、はい、時間は仕事終わって家に帰ってきた時ですね。ああ、じゃあまあまあいい感じで、4,5 時間前ね、はい、何回ぐらい？5回ぐらいもうちょっとやってもいいんじゃないですかね。はい、まあちょっと回数は任せますけど、大きな筋肉を動かしましょう。私はね、もちろんこのウォーキング行きたいんだけど、なかなかちょっとできないから、外にちょっと暗い時間に行くのもちょっと怖いかなと思う時は、やっぱりスローストレッチやスクワット、お家の中でできるものでもいいのでやっていただくと眠りが変わると思います。今回はこの夏の眠り、ただ単に暑いからっていうことじゃなくて、運動不足が原因になっているかもしれません。そのとってもいい運動を3つ、なんか手軽な感じがするのでね、こうやっていただけるといいと思います。ぜひお願いします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。